welcome Takahiro Matsumoto, Digital Entertainment Operations Department, Advertising Division General Manager, Mixi Incorporated. 皆様こんにちは。ミクシーの松本です。世界中で6200万人を超えるお客様に楽しんでいただいているモンスターストライク、モンスト。本日はこのモンストが YouTube をどのように活用して若者たちから共感を得ることに成功したのか、その裏側にあるストーリーをお話しします。2013年のサービス開始以降、スマホゲーム市場の拡大とともに、モンストはユーザー数、売上ともに大きく成長しました。しかし、2020年代に入ると市場が成熟化、モンストでも新規ユーザーの獲得が課題となっていきました。そこで2021年、私たちはマーケティング戦略を見直し、フルファネル型に転換しました。従来の短期的な KPI 達成重視の戦略から、ユーザーとの長期的な関係構築へと舵を切ったのです。当時、私たちはモンストのゲーム性を理解している検討層や既存ユーザーに向けてゲーム内イベントの告知 CM を月に1、2回実施していました。しかし、それでは次世代のユーザーを獲得することができません。モンストの価値や面白さを新規の潜在ユーザーに広く伝えるために、通年のブランドキャンペーンを始めました。広く認知を獲得するために最初に目指したのはインパクト。2022年、23年に有名タレントを起用したキャンペーンを実施し、話題化を図りました。しかし、当時の施策では CM 好感度こそ獲得できたものの、新規ダウンロードやユーザー数への影響は限定的でした。キャンペーン後のレビューを見ると、モンストを知らない潜在ユーザー層にとって、自分ごと化が圧倒的に不足していたんです。そこで私たちはインパクト重視から共感重視へ方針を転換しました。次のキャンペーンでは実際のユーザーからモンストにまつわるエピソードを募集したのです。すると集まったエピソードは実に1500件以上。どれもモンストがユーザーの生活に深く浸透し、人と人とのつながりを生み出している温かいエピソードばかりでした。これらをもとに共感型の CM を20本制作。キャスティングはユーザー視点にこだわり、劇団員やノンタレントを中心に起用しました。さらに近年の若年層の視聴傾向を踏まえ、長尺から15秒中心へと動画の短尺化にも取り組みました。ここで実際の動画を2つご覧ください。いやマジ頼む。またガチャか。ばあちゃんがやるか。いやばあちゃんがやるか。こうか。いいやつか。ねえお父さん、後で部屋来てくんない？部屋？マルチの部屋。ああ、モンスト。何？イエーイ。人と人とをつなぐモンスト。そのメッセージを丁寧に描くことで、ソーシャルゲーム全体に対するネガティブなイメージを払拭することも狙いました。また、過去の経験からクリエイティブな本数が多いと認知が分散してしまうことが分かっていたため、配信期間ごとに最適な本数を模索し、最初は
8本、続いて4本、最終的には2本までクリエイティブを絞り、しっかりと新規層の認知を積み上げることに注力しました。これらの取り組みの結果、CM 好感度が目標比 1.7 倍、利用意向変化も 1.4 倍を達成、広告認知率も過去最高の 40% を超えました。さらに、本施策から半月後に実施したゲーム内イベントを告知する販促キャンペーンでは、売上が昨年比 120% を達成。市場全体が飽和状態にある中で、フルファネル化、そして共感重視の戦略が大きな戦略につながったのです。YouTube は私たちにとって試行錯誤を繰り返しながら正解を模索できるマーケティングの舞台です。ユーザーの反応を見ながらブランドメッセージを毎年進化させ、視聴傾向に合わせて動画の尺や本数を最適化していくことで、新規ユーザーからの共感を獲得することができました。実はユーザーと共に作った今回のキャンペーンにはもう一つの成功要因があります。それは私たちが2014年から取り組んできた YouTube チャンネルの運営です。現在モンストチャンネルの登録者数は147万人を超え、これまでに3940本以上の動画を公開しています。中でも毎週配信しているモンストニュースでは、モンストの中の人として弊社のスタッフが自らキャンペーン情報を発信しており、平均50万回以上の再生回数、400件を超えるコメントをいただいています。先月実施した11周年イベント、モンストフリーク2024には、最大41万人のユーザーに同時接続でご視聴いただき、ユーザー自身もチャット欄へのコメントで積極的に参加をしていただきました。YouTube チャンネルの運営を通して、私たちはユーザーの生の声を聞き、そのインサイトを深く理解してきました。この経験があったからこそ、今回のユーザー参加型キャンペーンを企画し、成功させることができたのだと考えています。チャンネル運営には、近道や魔法のような、方法はないかと思います。しかし、地道にコンテンツを積み重ね、ユーザーと向き合い続けることで、YouTube チャンネルはかけがえのないブランド資産へと成長していきます。貴重なユーザーとのコミュニケーションの場を育み、共感を積み重ねていく。私たちは現在、これまでの経験を生かして、モンストをより身近に感じていただけるよう、新たな挑戦を続けています。これからも YouTube でユーザーとつながり、モンストを通じて世界中に心もつながる体験を届けたいと思っています。本日はご清聴ありがとうございました。